い。やり直しです。嫌です。嫌です。嫌です。こっちが嫌です。嫌です。いや、壊そう。壊すって何よ。もう帰ってきません、この家には。チャンネル登録者数がゼロ。こじらせハウスへようこそ。あきです。前回積んだブロックが固まったので、掘った穴を埋め戻しています。埋めたら締め固める作業、転圧をしなければいけないんですが、我が家には転圧機はありません。そこで手軽に無料で転圧できる裏技をご紹介しましょう。用意するのはこちら。小学生 ×2。無料というと語弊があるかもしれません。ここまで育てるのにいくらかかったことでしょうか。超高級転圧機と言ってもいいでしょう。できれば反抗期に入る前、無邪気で好奇心旺盛な4年生ぐらいまでが好ましいです。今回ご用意したのが2年男児1名、4年女児1名となっております。合計50キロ程度の転圧能力を持ち、しかも自動で動いてくれます。ただね、この超高級転圧機には決定的弱点があるんですよ。それは、そう、稼働時間が限りなく短い、秋っぽく気まぐれなのだ。何か次の楽しそうなことを発見すれば、すぐどこかへ行ってしまいます。まあまあ、それでも結構頑張ってくれました。しかし、気まぐれな転圧機では心もとないので、まずは外したブロックとモルタルを使い、ガーデン DIY には欠かせない転圧機を DIY しておこうと思います。持ち手に使用するのは、サンシェード固定用に使っていた旗竿。型枠を組んで持ち手をモルタルで固定していきますよ。転圧機を DIY しながら、ここでようやく今回のガーデン DIY の第1段階完成予定図をお披露目したいと思います。まず、こじらせガーデン DIY の第1段階、床面の仕上げですね。今回床面の大部分をカバーするのがインターロッキング工法。インターロッキングブロックとは街でよく見かけるこのような舗装材。歩道などにレンガ調のブロックが敷き詰められていることが多いです。ちょっと待って、これレンガとちゃいますのって思いますよね。インターロッキングブロックとレンガの違いは原料の違いにあります。レンガの原料は粘土と岩。対してインターロッキングブロックの原料はコンクリートです。当然レンガに比べて耐久性があり割れにくい。そして何よりの特徴はそのデザインの豊富さにあります。今ちょうど駐車場のコンクリとコンクリの間に敷き詰められているもの。これもインターロッキングブロックです。ホームセンターで手に入るインターはこのような平板かレンガ調が多いですが、メーカーカタログなどで見ると石目調からレンガ調、タイル調等様々な素敵なデザインが存在します。お値段もピンキリ。そしてインターロッキング施工において最も重要なのが下地。今回はその下地を整え、吐き出し窓へのステップ部分を作るまでをお伝えしたいと思います。そして今回インターの下地を整えるためにめっちゃくちゃ土を掘らねばならないことが確定してるんですよ。と言いますのも、はい、こちらが建物と庭を縦にパカッと割った断面図なんですが、ど素人当初今ある地面を転圧して砂を敷いて、その上にインターを敷けばいいやと思ってたんですね。しかしここで毎度おなじみ建築士モヘジの専門知識爆弾投下により、その甘い考えが打ち砕かれるんですね。下地をそのまま転圧し、砂が3、4センチ、インターロッキングが6センチ、合計約10センチ地面が持ち上がります。青虫さんもさようなら。施工は楽ですが、モヘジ曰く、これだと床下に湿気が溜まってしまい、その湿気が建物内部にまで影響を与えてピエンと。現況の土ラインと基礎のラインがこのように全く同じかどうかまでは正確にはわからないんですが、とにかく建物の基礎のラインと外の地面のラインは塩梅にしてあるんやから、何も考えず安易に高さを変えるなこの素人目がちゅう話らしいですわ。じゃあどうすればと聞くと、その答えは実に単純。掘れや。掘れば解決。湿気もおさらば。青虫さんもこんにちは。というわけでど素人言われるがまま掘ることにしたわけでございます。ちなみに前々回登場して芝剥がしを伝授していってくれた、最初に見積もりをお願いした外交屋さんもこの掘る作業を見積もっておらず、上に乗せる方針でしたので、プロならば必ず建物の基礎との兼ね合いを考えるわけではなさそうです。モヘジは結構慎重かつ厳しい基準を持っているようです。施主からしたら信頼できる監督さんでしょうけど、施工者からしたらマジ鬼畜。そして秋は施主であり施工者でもあります。しかもポンコツです。わざわざ悪い結果を招くかもしれない道に進むほどの度胸はございません。とにかく掘ればいいんでしょと、ひたすら約12平米 ×10 センチ地面を掘るという途方もなく地味で辛い作業を覚悟したど素人。まずは掘った土を入れる土のう袋スタンドを DIY しております。急に夏
熱い。これがスタンドがない状態で土を入れていた様子なんですが、伝わりますでしょうか。このとんでもないストレス、効率の悪さ。人力で土を掘るならこのスタンドは絶対に欠かせません。しかも材料のこちらの養生パネル、なんと200円切りました。現場職人応援価格の195円税込み。これが小さくカットされ売られているのが100均等にあるプラダンですね。このパネルとガムテープだけで土のう袋ぴったりサイズな折りたたみ式スタンドがなんと6個も作れます。事前に Amazon で土のう袋スタンドを検索しましたところ、なんと2個で2000円以上しました。へい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 。そんなこんなでたった195円と少しの手間で効率爆上がりの土のう袋スタンドがあっちゅう間に完成しました。ちなみに秋が考案したわけではもちろんございませんので、参考動画を概要欄に貼っておきますね。無心でただただ土を掘ってまいりやしょう。たった200円で満足感えげつない。これはいい。粘土質と掘りにくい土にはニューアイテム、ザクッと食い込む三角砲を容赦なくぶっ刺していきましょう。たまにいますよね、粘着質で厄介なおつぼねに何の悪気もなくザクッととどめを刺して黙らせる新人、あれみたいなものです。まあ後からややこしいことになるので絶対やめておきましょうね。おつぼね舐めたらあかん。雨天や家事育児の合間を縫って掘り続けること約2週間。何か変わってるように見えますか？見えませんね。これでも10センチ ×3 分の2ほどを掘っております。掘っても掘っても変わらぬ景色。それとは裏腹にただただ増殖していく土のうの山。これどうすんの？そうです、土掘り掘り DIY 最大の敵はこの残土処理なんです。今回インターを敷く12平米 ×10 センチから出る土は約 1.2 リュウベイ。参考までによく見る軽トラック一度で運べる土は 0.25 リュウベイ。つまり全部で軽トラ5杯分となります。わーお。そして土のうと比例して積み上がるただただ土を掘るという取れ高ゼロの動画のデータ。さらに追い打ちをかけるように頻繁に出現する巨大石、通り越して岩。でかいし。忘れかけた頃に追ってくるストーカーネリコ。その現実に秋の頭もずんずん重たくなっていきますよ。現段階で出た土のうは約50袋。もう置き場もない。頭を悩ます残土問題をどうにかしようと残土処理業者さんをネット検索し、いくつか見積もりを依頼しました。結果どこもだいたい 1.2 リュウベイで2万円くらい。残土処理だけで2万円か。なえる。まだまだ続くガーデン DIY。 なるべく予算を削減していかねばならない。残土をどうにか安く合法的に処分せねば。3日3晩寝ずに考え抜いた秋はついになんと全部タダで合法的に残土を処理することに成功するのだ。その方法とは、あなたのいらないが誰かの役に立つ。ジモティー、とある休日の朝、土のう入りの残土の写真と中身の写真、良質な土をお求めの方はご遠慮くださいとのハードル下げ文句もしっかりつけ、いる人なんて現れるのかと疑心暗鬼 100% のままダメ元で投稿すると、1時間も経たないうちに1件また1件と来るわ来るわ引き取り希望のメッセージが。最終的に10件ほど来たでしょうか。庭土のあまりの需要の高さに飽き、嬉しさより先にドン引き。そして良識的そうなメッセージの中から今日の15時に行けますと申し出てくれた話の早いアクティブパパに決定。なんと全部持って行ってくれました。しかもめちゃくちゃいい人でした。隣県からはるばる来てくれましたよ。広い庭なのでこれでも全然足りないんだとか。
もちろんリスクや向き不向きもあるとは思いますが、もし残土処理に困ることがあったらジモティーも検討してみてくださいね。これで頭を悩ます残土問題がとりあえずなくなった。残り3分の1、気合い入れ直して掘りまくるぞと意気込んでいたところ、後出し鬼畜現場監督からとんでもない追い打ち爆弾が投下される。まだ手で掘ってるの？インター敷くなら砕石100ミリは当たり前だよね。後からガッタガタのボッコボコになるぞ。砕石10センチ？つまりインター6センチ、砂3センチに加え砕石ドーンと10センチってことは約20センチ掘らなあかん。まだ10センチすら掘り終えてないのにさらに10センチ掘れだと？私ネリコ、あなたの後ろにいるの。怖い。どけ、この素人めが。そんなこんなで2階ベランダからお届けしております。庭土駆逐大作戦、素晴らしい眺め。いやー気持ちいいですね。今巻いてるのが砕石ですね。朝9時から始まり昼前には終わってましたので、3時間たったの3時間で整地が完了してしまうんですね。私が手でせこせこ掘っていた2週間は一体何だったんでしょうか。重機の力、職人の力、すごいかっこいい。もへじに丸投げしたこの整地作業、気になるお値段いくらかかるんだってところだと思うんですが、ユンボー1台、トラックが2台、職人さん3名、砕石、砂、残土処分、そしてこの素晴らしい眺めを手に入れるのにかかった金額はなんと15万円。チャリン、15万で私この景色を買ったらしいです。手でコツコツ掘った2週間、残土処理に奔走した数日、全部無駄じゃんって思うかもしれませんが、
その通りです。行き当たりばったりってこういう盛大な無駄を生み出すんですね。でも秋は全てが無駄だったとは思いません。土のう袋スタンドやジモティー、無駄な時間がくれた知恵と労力がこれからの秋の人生を存分に助けてくれるでしょう。ということにしておきましょう。以上、2階ベランダからお伝えしました。また来週、バイバイ。ちなみに人力であのままやっていた場合の費用ですが、残土処理を無料で見積もったとして砂、採石、転圧機レンタル代合計で3万円で収まるぐらい、5分の1でできます。時間と体力のある方はぜひジモティーを駆使して人力でやってみてください。発注していたインターと化粧ブロックが届いております。今からこの化粧ブロックを使って吐き出し窓へのステップを DIY していこうと思うんですが、おいマジか。ここで化粧ブロックの発注ミス発覚。20と150が混じってる。おかしいおかしい、絶対おかしい。150が混じってる。頼んだのは120、これ150。手違いで倍の量届いてた。倍？どうすんだこれ。とりあえず足りないわけではないので作業に入りましょう。本日助手が参戦してくれるようです。甥っ子です。長男と同じもう中、もう中学生でございます。少年運ぶんだ。助手がいると楽。腰を温存できるかもしれんぞ。さすがは中学生、戦力になります。ちなみにうちのもう中は部活から帰るとさっさと友達の家に行ってしまいました。ブロックの位置を決めたので早速基礎を打つための穴を掘ってまいりましょう。また土掘り。でも仕方ない。ガーデン DIY に掘る作業はつきものです。おいっ子 VS バルボッサ。おお、いいじゃん。確かにこれ死ぬね。時より上手ですね。すげえ。おお、いいじゃん。大体40センチぐらいまで掘れ。掘ったら DIY した転圧機で転圧しましょう。やっぱ力がないんだよ。お子ちゃまだね。お子ちゃまだったな、まだね。徐々見てくる。心折れたんか、早いな、心折れる。モヘジより早いな。戻ってきた。モヘジ煽り作戦成功だ。ここまでやったら終わりにしよう。ここまで。ちょっと傘折れた。嘘でしょ。そしてブロックを並べ縦金を打ち込んでいきます。親方が帰ってきました。ちょっと見てもらいましょう。いいですか。ちょっといいですか。お話いいですか。溶けちゃう。溶けちゃうから。溶けちゃう。いやいや。あそこ割っとかないと。適当な。あそこ割っとかないと。めんどくさいな。わかるよ、めんどくさいだろうよ、そりゃ。ちょっと見てよ。ちょっと見てよ。頭割っといた方がいいよ。何なんて頭に頭を鉄筋投量に割るって何？なんて一個も何言ってるか分かんなかったんだけど、ちょっと説明してもらっていいですか？すいませんけど。それがギャラが発生するけど。ああ、ギャラ、分かった。体で払うわ。体がなんぼのもん。なんか作ってくれるの？海鮮サラダ。俺の方全部俺のね。ちょ私が聞きたいんです。頼んでないものがやってきた。なんでかな。めちゃくちゃぶっといからびっくりした。ここ割っとかない。こうやって鉄筋入れるの？ここ入れなきゃ倒れてくるよ。後ほど終わりましょう。じゃあ。
はい、無事親方チェック OK 出ましたので、基礎コン打設に入ります。混ぜ太郎再び登場。今回大量にコンクリートが必要なので、混ぜ太郎大活躍ですよ。ダンゴムシがおる。ダンゴムシ逃げろ。コンクリートでやられるぞ。押しちゃうです。おい、何これ。誰もやんないとは思いますが、白い服で混ぜ太郎の正面に立つことはおすすめしません。帰りコンクリート浴びた。作業服と顔と車がコンクリートまみれになったことを除けば、基礎コン打設は何の問題もなくサクッと完了。親方に言われた通りブロックを切って鉄筋の通り道を作ります。紹介遅れました。こちらマブダチのバルちゃんです。見た目はいかついけどね、いいやつなんですよ。なんとか鉄筋を曲げれてね、切れるんですよ、バルちゃん。すごいな。バルちゃん、カモン、バルちゃん、カモン、カモン、バルちゃん。どうしたどうしたどうした、よし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 。バルちゃん、今日はちょっと機嫌悪いかな。孤独な作業が長引くと人は何かを擬人化しだすんですね。皆さんも街でこのような人を見かけたらね、温かく遠目で見守りましょうね。でも思ったとこじゃないとこから曲がった。バルちゃん来た。バルちゃんとの戯れが終わったので、前回に続きブロックを積んでいきます。今回も目地なしの化粧ブロック、素人には難しい目地なしですが大丈夫でしょうか。ど素人プロを真似てコテの絵でトントンして高さを調節していましたが、なぜか秋がやるとそれでは一向に調節できないんですよ。そこで取り出したのはゴムハンマー。タイル等を貼るときに使うものですね。これでかなり強めに叩けるので調節がだいぶ楽になりました。素人のブロック積みにゴムハンマーは心強い味方です。そして今まさに今後の出来を左右する大きなミスを犯しているんです。それは水糸の張り方。水糸を基礎を作っていた時のままやってるんですが、ブロックの通りを合わせる張り方に変えるべきでした。通りとはここですね。このラインです。秋は水糸を結ぶのが死ぬほど苦手なため、結び直すことを避けてそのままやってしまいました。諦める。斜めが治んない。どうしても治んない。そのせいで通りが少しずつずれ、ほんの少し斜めになった目地の隙間が治りません。時間に追われ思うようにいかない素人仕事、苛立ちがピークに達しています。まあよしにしよう。もう素人仕事妥協が必要だ。ご飯も作らなきゃいけないし。前回親方を仰天させた1段目重点スルー、今回はしっかりと重点していきますよ。と思ったら、あ、鉄筋入れるの忘れた。今度はまさかの鉄筋スルー。何歩ほどスルーしたら気が済むんでしょうか、このど素人。しかし神のお告げでしょうか。突然思い出しました。きっと日頃の行いが良いのでしょう。そういうことにしておきましょう。これここに入れなきゃいけないやつ。シュコシュコしてる場合じゃなかった。もう何のためにここ切ったんだよって話だよ。こうするためだよ。気づいてた人いる？鉄筋入れてないことに。教えてよ。沈んだ沈んだ。よかった、思い出して。奇跡だ、奇跡。しびるかと思ったわ。危なかった。
気を取り直して2段目。妥協したとはいえ1段目で水平を出しているので、基本置いていくだけで合うはず。歪んでるのちょっととかじゃないよ。なんとか完成したブロックの土台に先日の業者さんが置いていってくれた残りの砕石を詰めていきます。ある程度埋めてコンクリートとモルタルで仕上げます。廃材で橋を渡して効率アップ。庭から出たでかい石オールスターズも参戦。あの手この手でこの後使用するコンクリートをなるべく減らします。このくらいで良いでしょう。ここに鉄筋を組んでいきます。ちなみに2段目はモルタル仕上げ用にブロックの天板を片方割って落としてあります。もともと割ってあるのが花壇などによく使用されているグラストップブロックですが、このシリーズにはなかったのでタガネとグラインダで割りました。ここからコンクリートで傘を上げ、最後にモルタルで仕上げるんですが、今回先に結論を言わせてください。なんとこのステップのモルタル仕上げめっちゃくちゃ大失敗に終わるんですよ。全く予想外ですよね。このど素人の失敗ポイントを解説しながら見ていきましょう。まずはコンクリート挫折。ここで1つ目のミス。コンクリートが乾きました。どういうことかと言いますと、本来このようにコンクリやモルタルで仕上げる場合、下の層が乾く前に最後まで仕上げるのが普通です。でも秋は時間がなくて何日かに分けて少しずつしかできませんでした。結果下が乾いてしまい、薄い層が何層も重なることになります。一気に仕上げる場合に比べ当然強度は落ちます。さらにここでミスに、その乾いたコンクリートを濡らさなかった。乾いたコンクリートやモルタルはめちゃくちゃ水分を吸収します。このように乾いたコンクリートの上に生のコンクリやモルタルを乗せると、乗せた生コンの水分が乾いたコンクリに持っていかれてしまいます。結果水分不足となった生コンの強度が落ち、ひび割れの原因となります。だから生コンやモルタルを乗せる前に十分にブロックも含め全体を水で濡らさなければなりませんでした。マルジョンだ。そしていよいよ残り3センチくらいをモルタルで仕上げます。最後のモルタルにはハイモルエマルジョンという接着剤のようなものを混ぜ、割れや剥がれを防ぎます。餅だよこれ。モルタルっていうか餅だよ。はい、ここでミス3。ハイモル入りモルタルが持ちすぎる。これまた水分不足ですね。今思えばどう考えても硬すぎるんです。でもこの時は水を足すとハイモルエマルジョンという未知の液体に書かれた配合比率が薄まってしまうという不安と、モルタル仕上げが初めてだったため塩梅がわからなかったことで、こんなもんなのかなと自分に言い聞かせてしまった結果、左官屋さんが悲鳴を上げたくなるようなひどい仕上がりになってしまうことになります。混ぜ太郎から出す前に試し塗りをするべきでした。そして最後のミス、水勾配を取り忘れるというか、そんな余裕などあるものか。この硬い餅を伸ばし割れ目をなくすだけで精一杯でした。見せたくはありませんが、地獄の門番親方に見せてみましょう。抑えろよきちっとちゃんと。めちゃくちゃ頑張ったんだってこれでも。どうやったらこんなに汚くなるの？下地これ。仕上げです。いや違います。タイル下地ねこれ。タイル貼るための下地ですよねこ
仕上げです。いや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 、勾配もないじゃんこれ。中に勾勾配配になってんじゃんこれ。雨降ったらこうたまんじゃないの？たまんじゃない？雨降ったらここにたまるじゃん。たまるじゃんね。それは私も思ったよ。どうするつもり？正解を知らないからさ。まあ物を作るのにさ、完成形がイメージできてないのに知らないからさやってみないと分かんないじゃん。知るためにやったんですよ。したらこんなことになったんです。じゃあ一回全部壊してもらって、150のブロックがあるんで、もう一回150のブロックでやり直してもらっていいですか？殺す気か。まず一回全部壊しての部分でもうダメです。さら地からならまだできます。そのために材料2倍頼んどいて。違います違います。150ある。やり直しです。違います。嫌です。嫌です。嫌です。こっちが嫌です。嫌です。こっちが嫌です。1週間かけてやったんですよ。もう帰ってきませんこの家には。いいけど別にそこまで嫌なんだったら。でも絶対通らないでね、ここ。そんなこと言うの。一回も踏まないでね、この地を。ひでえな。いやひどいよね。ひでえなこれ。タイル下地としてはまあまあ。まあ。いや壊そう。いや壊した方がいいってこれ。壊すって何よ。5日間かかったんですよ。5日間丸々。ないです。で上の仕上げがないだけでしょ。それで壊すはちょっとあまりにもちょっと陶芸家すぎませんそれは。いや壊しません。よく簡単にそんな壊すとか言えますね。汗と涙の結晶。いや結果が全て出る。鬼畜屋の監督鬼畜。全否定されました。こんなひどいことを言いたくなる気持ちもわかります。私の目から見ても納得のひどさ。ぶっちゃけゼロからやり直したい気持ちは全然ある。ゼロからならやり直すかもしれない。でもこれはマイナス1000からのスタートだ。ブロックを壊すことの大変さを秋は身をもって知ってる。それにモヘジの言う通り結果が全てだけど、プロとただの DIYer では結果の許容範囲があまりにも違う。モヘジにとっては帰ってきたくなくなるほどひどいありさまかもしれませんが、私にとってはちょっとの傷くらいは許せちゃう可愛い作品。水はけが悪くたってひび割れてボコボコでも死にゃあせん。1週間経っても壊せと言い続けるモヘジと、それを無視し続ける秋。一生分かり合えない夫婦。突然のご報告失礼いたします。あきです。いつも動画をたくさんご覧いただきありがとうございます。実はですね、昨日の夜、私あきなんと新しいチャンネルを開設しました動画を1本投稿したんですよ、初めて。で今13時間ぐらい経ったんですけど10回です。ひー
恐ろしい。これが YouTube の悲しい現実です。そしてですね、気になるチャンネル登録者数の方なんですけども、動画初めて公開して13時間経ったチャンネル登録者数がこちらです。じゃん、ゼロ。はい、いやー気持ちがいいですね。ゼロゼロにで、この新しいチャンネルを作った経緯なんですけども、今 DIY チャンネルありがたいことに登録者3万7,000人ぐらい登録してくださってるんですけど、やっぱりDIY 以外の動画がなかなか投稿しづらい状況になってきちゃってるんですね。勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、求められてるものを投稿していこうって思うとやっぱ DIY メインになって、間にお片付けとか他のことを挟もうと思っても挟みづらい状況になっちゃってるんで、お片付けとかその他のことも気軽に投稿したいと思ったんです。もっと他の動画もいっぱい作りたいなっていう気持ちがずっとありまして、今回新しいチャンネルにチャレンジしてみることにしました。して13時間経った今の状況がこれだ。ゼロだ3日が経過した視聴回数じゃん、25回でも見てください、なんとチャンネル登録者2人になりました嬉しい。こんな嬉しい。いやー嬉しいと同時にちょっと恐ろしさを感じてますよ。 YouTube の闇を、ね、再びね闇を垣間見てる気がします。インプレッションおすすめ YouTube が皆さんのトップページにバーって出てくる動画としておすすめしてくれた回数なんですけど、これ90回しかおすすめされてもう見放されてる数字なんですよ。これは見放されてるっていうかまだ何者にも見つかってないですね。この90っていう数字はおすすめまずされるまでに至ってないっていう悲しい状況ですよ。はい、これはもうマジで心折れそうっていうか折れてますね。ちょっとこじらせハウスの方見てみましょうか。あ、200超えてる。いやありがとうございます。知らんかった。昨日すごい見てもらったんだ。なるほど、ありがとうございます。雨だったからね。見てみるとまあ4万2389回見ていただいてるんです。同じ3日間で。はい、この落差がね辛い。もうほんと日の目を浴びないってこういうことなんだなやばい、笑いが止まらない。ストレスで面白いんですよこの動画。 YouTube さん見つけてあげて、このチャンネル。ちなみにネリコの回ですね、ガーデン DIY の初回のこの悪魔の木10年後の悲劇、視聴回数が35万回見ていただいて、でそのインプレッションされた数ですね、それをと比べますとさっきの90回でしたよねだから385万 5.9 万回おすすめしてくれてるんです YouTube さんが。385万回ってもう訳がわからない数字ですけど、お分かりいただけますでしょうか。この見放されっぷり、そのうちの5万回でいいから分けてくれよこっちに。この端数の 5.9 だけでいいからちょっと分けてくれよ悲しいな。2人いや、この2名の方にはね本当に菓子折り持って訪問したいぐらい感謝してますよ。不審者になっちゃうんでやらないですけど。つらい。ぜひね3人目の登録者にねなってください登録してくださいこのチャンネルを誰か
助けてください。初心に帰るってほどのもんでもないですよ。こじらせハウスだって底辺といえば底辺です。それでもね、300万回もおすすめさせていただいてたら本当にありがたいです。90回しかおすすめしてくれてないんだよ。これだってね、同じ熱量で作ってるんですよ。この動画だって時間かけて。そのせいで今回のエピソード33の配信が遅れたと言っても過言ではないっていうか、遅れました。そのせいで体は一つしかないんでね、しょうがないですよね。はい、どうなることでしょう。このチャンネル楽しみですね。よかったらね、整わない方も応援していただけたら嬉しいです。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。